今日はクリスマスのデザートにブッシュドノエルを作ってみました。市販のロールケーキを買ってきてチョコクリームを塗りつければ簡単にできるのですが、せっかくですからスポンジケーキを作るところから初挑戦してみました。はい、それでは今日はクリスマスに向けてブッシュドノエルを作っていきたいと思います。小麦粉を網にふるいにかけます。そして一緒にココアパウダーも入れます。2回ふるいにかけておきましょう。卵を入れます。新鮮な今日生まれた卵ですね。少し溶きます。丈夫な黄身です。それから砂糖を入れます。で、ハンドミルク。もし温度が低いようであれば湯煎にします。少しあったかいところにつけて。もういいですね。湯煎の方にバターを溶かしておきます。牛乳も一緒につけておきますね。はい、8の字書いてすぐに沈まなければ OK です。粉をまず半分入れます。で混ぜます。切るようにして。はい、もう半分いきます。はい。ここに溶かしバターに牛乳も少し温めて60
ムを作っていきます。チョコを湯煎にかけて溶かしたところに生クリームを少し100ぐらい入れて、はい、これは湯煎にかけたままにして、下を冷やしながら生クリームを残り全部入れて、これぐらい柔らかめでいいですね。そしてチョコを流し入れていきます。これも少し冷蔵庫で冷やしましょう。それではトレーに紙を敷いて、これをかぶせてひっくり返します。で、紙を外していきます。ここはごまかすしかない。ちょっと薄かったです。はい、ここはそして上に入れます。ブッシュドノエルが日本で広まったのは1950年代。戦後しばらくしてから高度経済成長でだんだん日本の経済に余裕ができ始めた頃、父の経営するマナ料理学校でフランス人シェフフレマンさんを講師に日本全国から職人さんたちを集めて講習会を開いたのが発端です。プロ向けなのでレシピも大量の材料を使ったようです。フレマンさんはその他にもさまざまなフランスのレシピを日本に紹介してくれました。通訳のベルナール水さんが専用の釜を輸入してフランスパンを日本に広めることに貢献した話も以前しましたが、マナ料理学校の日本の食文化に与えた影響は計り知れません。マナ料理学校は今日本を代表する有名な数々の料理学校や調理師学校よりも戦後先に開校した先駆者的存在だったのです。はい、これを冷蔵庫で寝かせます。はい、冷蔵庫で30分も寝かしました。先にちょっとここ切っちゃいますね。飾り付け用のところ。そしたらクリームを塗っていきます。フォークで模様をつけます。はい、粉砂糖振りかけます。
はい、ブッシュドノエルの完成です。